はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、もうお待たせしましたっていう感じなんですが、ディオールのスプリングのアイテムのスウォッチと2パターンのメイクを紹介していきたいと思います。今年のスプリングはシャネル、ディオール、スック、このあたり非常に話題になっていたと思うので、もうメインとなるアイテムまとめて購入してきました。限定品ではあるんですけど、まだね、店頭にも在庫あるかと思いますので、迷っていた方はぜひ参考にしてみてください。はい、まずはですね、やっぱりスウォッチから紹介していきたいと思います。今回のコレクションのメインアイテムといえば、やっぱりこちらですよね。トリオブリックパレット。もう片押しも色味もめちゃくちゃ可愛いです。で、2色出たんですけど、パッと見がね、結構似てるんですよね。なので、このね、色の違いなんかも気になっていた方多いと思います。じゃあ、それぞれね、スウォッチ紹介していきたいと思います。まず643番ですね。ピュアペタルズ。こちらはもう一色の方に比べると少しコーラル寄りでオレンジ味を感じるようなパレットです。で、真ん中のキラキラしたカラーもゴールド寄りのお色になっています。で、片押しがね、めちゃくちゃ可愛いんですけど、この上下のお花の片押しは比較的持ってくれるかなと思います。で、真ん中のクリスチャンディオールっていうロゴの部分は片押し取りやすくなっていますので、ぜひね、使う前に写真しっかり撮ってから筆を下ろしてみてください。そしてもう一色が663番トリプルブルームですね。こちらは先ほどのカラーに比べるともう少しピンク寄りのお色になっています。でもスプリングのコレクションで出るピンクでイメージするような白さとか青みっていうのはあまり感じなくて、肌にも馴染んでくれて使いやすいカラーだなと思いました。真ん中のカラーはコーラルのパレットに比べると少し白みを強く感じます。そして次はチークですね。チーク面白いですよね。今回はこんなスティックタイプが出ています。まずは715番のコーラルグローですね。こんな感じ。見た目はね、リップグローをそのまま大きくしたようなビジュアルなんですよね。実際にこの中のチーク部分の色もね、非常に似ていると思います。で、効果的な部分でもコンセプトがよく似ていて、お肌の水分値で色が変化してくれるものなので、見た目は透明感があるんですが、お肌にのせるとその人のね、お肌に合わせて発色してくれるようなアイテムです。で、練りチークとかスティックチークって、このマスク生活始まって以来、あんまり手が伸びなくなった方多いんじゃないかなと思います。で、これも塗ると非常にツヤっとしてくれて、正直表面はペタッとするんですけど、お色がね、中からこう滲み出てくれるような発色の仕方をするんですよね。で、割と色も出てくれますし、表面が少し取れても色が残るような印象なので、チークのベースとして使うのもおすすめです。これね、オンラインで注文とかしてたらちょっとスルーしたかもしれないんですけど、テスター見て使い方聞いたらもうがぜん優秀なアイテムなんだなっていうことが分かって、買っといてよかったなと思いました。迷ってる方ね、多いと思うんですけど、これはね、ちょっと騙されたと思ってチェックしてみてほしいアイテムです。そして最後、リップですね。リップもコーラルとピンクの2色が出ています。ピンクが241番ですね。ピンク桜サテというカラーです。こちらはね、視聴者さんがプレゼントしてくださいました。ありがとうございます。しかもね、キャップに刻印してくれてるんですよ。アイカっていう風にね、名前まで入れてくださっています。ありがとうございます。こちらもね、他のアイテムと一緒にメイクの中でしっかり使わせていただきます。コーラルが348番コーラルピオニーですね。白っぽいコーラルなんですけど、パールがぎっしり入っています。なのでそのまま見ると、スプリングらしい可愛いカラーっていう感じなんですが、塗ってみるとね、ちょっと質感が面白くて、ちょっとかっこよさすらね、感じるようなお色です。単純にコーラルとピンクっていう色違いじゃなくって、質感の面でも異なる2色になっています。それではね、スウォッチご紹介しましたので、早速こちら使っていきたいと思います。それではディオールのスプリングのアイテムを使ったメイクスタート。はい、それではコーラルのね、パターンのメイクからやっていきたいと思います。眉の形ね、今回は春らしくということで、色も少し明るめにして、印象も優しくなるようなアーチ眉をね、おすすめしてもらったんですけど、普段結構平行眉で、眉尻もね、上がり気味な形に描くことが多いので、なんかうまくアーチにできませんでした。もうちょっとなんか丸みをね、持たせたかったんですけど、眉もね、アップデートしたい方は、明るめのアーチ眉をぜひ取り入れてみてください。トリオブリックパレットの643番。まず一番上のカラーをアイホールに入れていきます。この照明の色とかによってはこのカラーがね、そのまま見た時に結構オレンジ味のしっかりあるコーラルに見えることもあるんですけど、まぶたにのせるともうちょっと優しいピンクっぽいカラーに感じますね。こんな感じ。
トーンが完全に春カラーですよね。スプリングはね、結構パステルっぽい白っぽいカラーで、ラベンダーカラーとかね、青みのあるピンクとか、そういう色味を展開しているブランドも多くて、毎年あんまりスプリング買わないんですけど、今年のこのディオール、それからシャネルはね、普段オレンジとかブラウンとかゴールドとか、そういう色味を使っている人にも非常に使いやすいコレクションだと思います。ちょっとしっかりめに1色目ね、のせてみました。こんな感じ。そしたらブラシね、払わずにそのまま2段目のカラー取ります。でコーラルとこのゴールドが混ざった状態で下まぶたグリッと引いていきます。こんな感じ。そしたら3段目ですね。締め色を際の部分にのせていきます。最近はこのカラーをメインカラーとしっかりぼかしてグラデーションにするのにハマってて、あんまりこうラインっぽく入れずにふわっとのせつつ、狭い幅でしっかり際部分が濃くなるようにグラデーションを作っていきます。はい、目元仕上がりはこんな感じです。そしたら次、眉ですね。眉はこの一番上と一番下のカラーですね。これ混ぜてのせていきます。で最初にペンシルで形をざーっと描いてたんですけど、これも昔から私が愛用しているこのディオール社のブロースタイラーなんですけど、前はね普通のブラウン使ってたんですが、これがね003番アーバンっていうちょっと赤みのあるブラウンなんですよね。今回のコレクションの色味に合わせて新調しました。削り出しのタイプもあるんですけど、ブロースタイラーの方がしっかり色が出るということだったので、ブロースタイラーでこの毛のない部分しっかり眉の形をとって中をアイシャドウで埋めていきます。はい、まつげカールさせていきます。このディオールのねビューラーは視聴者さんからのプレゼントです。ありがとうございます。かっこいいですよね。使うと気分が高まります。じゃあマスカラはディオールショーアイコニックオーバーカールのブラック使います。で今回のメイクはアイライン引かずにまつげをねいつもよりボリューミーな感じに仕上げていきます。黒さが結構しっかりしてくれて、まつげのね一本一本がこう主張してくれるような仕上がりなんですよね。なのでね十分目元をこうパッチリ見せてくれると思います。はい、そしたら次チークですね。チーク2つ使っていきます。まず今回の限定品スティックグローのコーラルグローを使っていきます。これはそのままこうポンポンポンっていう風にね肌にのせちゃいます。すごいツヤっとするから、マスク生活でねこのチークは落ちやすいんじゃないかなって思うかもしれないんですけど、これがねいい感じにチークの下地みたいな役割を果たしてくれて、色もね思ってるより出るんですよね。水分値に反応してくれるタイプのものってこう内側からじゅわっとにじみ出た仕上がりになってくれるので、ヘルシーな雰囲気にもできるかなと思います。でこの上にですねオレンジとかコーラルの手持ちのチークを重ねるのがおすすめということだったので、片押しは限定なんですがルージュブラッシュの219番重ねていきます。結構たっぷり取れちゃうので少しずつブラシになじませて、さっきのチークの上にポン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 って重ねていきます。グローのチークがねしばらくすると色がまた出てくるかもしれないので、少し薄めに仕上げていきます。そしたらここにハイライト足していきます。バックステージのフェイスグローパレット004番です。これの一番白っぽいカラーですね。これを取ってさらにこのチークの上っていうかもう目尻の下部分ですね、ここにのせていきます。すごいツヤツヤになるので、鼻筋と額ですね、それから顎先、そしたらこちらの黄色みのあるカラーですね。これは目元に使ってもいいということだったので、今日はちょっとこの眉下に少し払っていきます。うわー、でも結構ツヤツヤになる。ブラシが大きかったかな。もうちょっとちっちゃいのでグリグリって入れてもいいですけど、こんな感じ。じゃあ最後リップですね。348番使っていきます。かなりパーリーな感じ。ベースはそんなにツヤっとしてないけど、中に入ってるパールがツヤツヤしているような、そんな仕上がりです。コーラルカラーのアイテムを使ったメイク完成です。はい、そしたらね次はピンクのアイテムを使ってメイクしていきたいと思います。トリオブリックパレットの663番ですね。で今回は濃い色からのせていこうと思うんですけど、一番下のカラーを際にグリグリっとのせていくので、付属のチップ使います。これで二重幅にしっかりめにね色をのせていきます。こんな感じ、こうグリッとねラインを引いたように仕上げます。結構硬いチップなのでしっかり色のりますね。そしたら次このね上の2色、これをね混ぜてのせていきます。で混ぜたものをさっきね締め色をのせた上あたりからグラデーションにしていきます。これがねすっごくいい色なんですよ。こ
んな感じ。真ん中のカラーのキラキラした感じがもう全体にね入ってくれるので、より華やかな印象になるかなと思います。この使い方だと非常に簡単に仕上げられるんですが、ちゃんとメイクした感は出てると思うんですよね。で、下まぶたはチップ使って一番上のカラーをのせていきます。これをグリーッとのせちゃいます。そしたら真ん中のカラーですね。これを目頭にポンとのせていきます。で、指でグリグリっとなじませます。はい、めちゃくちゃ簡単。こんな仕上がりですね。そしたらこの一番下のカラーを眉に入れていきます。これも付属のブラシのこの斜めになってる方ですね。こっち使っちゃいます。こんな感じ。そしたらコーラルの時と同じようにまつげカールさせてマスカラで仕上げていきます。じゃあチークいきます。まずこのスティックグローのピンクグロー使います。色がもう見るからに可愛いですよね。これをポン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 とね、先ほどと同じようにのせていくんですが、コーラルの時に使ったカラーよりもこっちの方がね色が出やすいっていう風に言われてました。で、ツヤっとしてくれるんですけど、これもねしっかり内側からにじみ出るようなね仕上がりになってくれて、その表面のペタペタした部分は取れちゃうかもしれないんですが、色自体はね結構残ってくれるんですよね。なのでマスクのね紐に当たってパウダーチークって落ちやすいと思うんですけど、しっかりチーク使いたいっていう方はねこれ本当におすすめです。で、これで水分値に合わせてね発色してくれるんですが、このピンク味をしっかり活かしたいので同じシリーズのパウダーのねチークを重ねていきます。バックステージのロージーグローですね。そのまま見るとかなり白ピンクなんですが、これもつける人によって色味が変わります。メイクアップフォーエバーの156番のブラシで重ねていきます。これはねほんと時間経つと思ったより発色したなっていう風になるので、控えめにのせていきます。こうするとスティックチークのねペタペタ感を緩和しつつ、でも色味的にはねどちらも水分値で変わってくれるものなので、このアイテムの色自体をしっかり楽しめるかなと思います。はい、そしたらねせっかくなのでまたバックステージのフェイスグローパレット使っていきます。で、今度はねハイライトもピンク使っていきましょう。これをチークの上のあたりですね。コーラルのメイクで入れた時よりは少し下になるんですが、チークがツヤっとして見えるようにここに入れていきます。で、ブラシを払って一番明るいカラー、これをまた眉下にさっさっとのせて、それから目頭の下と顎先ですね、ここに入れていきます。ツヤツヤ。そしたら最後リップで仕上げます。このカラーねすっごく可愛い。結構白みあるんですけど、自分ではコーラルよりこの桜ピンクの方が似合うような気がします。ピンクのカラーアイテムを使ったメイク完成です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はディオールのスプリングのアイテムのスウォッチと2パターンのメイクをご紹介しました。今回のコレクションはね購入された方多いと思います。こんな使い方もできるよっていうアイテムがあればコメント欄でシェアしていってください。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。